どうもこんにちは。今回は MSX のメモリーを増設します。この FSH-F は標準でメインメモリに 64KB の RAM を搭載しています。これを 64KB 拡張して合計で 128KB にします。今の時代ではスマホの写真1枚でも2メガ以上ありますので、64KB なんてちっぽけなデータ量なんですが、MSX-DOS2 や Nextol といった後期の OS が動くか動かないかの境界線なので割と大事だったりします。まあメモリなんていくらあっても困りませんから、てんこ盛りに積んでおけばいいですよね。それでは始めましょうか。メインメモリーの容量を確認したいのですが、この機種はタイトルロゴの後に VRAM の容量しか出ません。藤本さんのメモリチェッカーを使わせていただきました。動画の説明欄にリンクを貼っておきます。1セグメントが 16KB ですので、0から3までの4つのセグメントで 64KB です。いいですね。それでは分解します。前回はメイン基板までは取り外しませんでしたね。そこまで早送りしましょう。電源すべて取り外さなくてもメイン基板は取り外せますが、この仕切りだけ引っかかるので外します。フロッピーケーブルが基板に直付けなので、フロッピーディスクも外します。外れませんね。基板を固定するネジが裏面にもありますので注意してください。バックアップ用の電源ケーブルを外します。リセットスイッチが引っかかりますので引き抜きます。これでメイン基板が取り出せました。メインメモリーは基板の左下あたりにあります。空きパターンがありますので、ここにラムを追加します。銅箔の酸化防止のためでしょうか、スルーホールがあらかじめハンダで埋められています。まずそのハンダを取り除きます。
増設するメモリは 64K クロス4ビットの DRAM です。国内で販売しているところが見つかりましたので、この NEC の DRAM を使いました。概要欄にリンクしておきます。DRAM を取り付ける際は方向があります。へこみの位置が下になるように注意してください。パソコンには 0.1 マイクロファラド耐圧50ボルトのセラミックコンデンサを使いました。分解と逆の手順で組み戻します。それでは動作確認をしましょう。0から7までの8セグメントで 128KB に増設されましたね。これにて作業完了です。この機種は 128KB までは簡単にメモリ増設できます。メモリ増設基板のキットを使うと 4MB まで拡張できるようです。まあ目的はニクストールを動かすことなのでこれで十分でしょう。最後までご視聴ありがとうございました。もし気に入っていただけたならチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。